僕はカップ麺を食べることはほとんどないです。多分数年ぶりくらいに食べます。なんか違うな。やっぱりこれですね。こういう時に日本人としてのアイデンティティを感じます。食べ方も日本風でいきます。紙に印刷された写真っていいですよね。スクリーンと違って実物として持つことができるし、身体的、物理的にも写真との距離感が近く感じます。でも、デジタルのスクリーンが普及した今となっては、紙に印刷された写真を見ることは少なくなってきていると思います。僕もその一人です。紙の写真は今ではわざわざ印刷するプリンターと紙とインクを用意したり、あるいは専門のショップに行って印刷しないといけないので、簡単に言えば面倒なわけです。紙に印刷した写真をもう少し簡単に作成することができれば嬉しいですよね。お湯を注いで3分待てば食べられるみたいに。コダックミニショット3レトロ。2-in-1 のインスタントカメラです。何が 2-in-1 になっているかというと、インスタントカメラとフォトプリンターです。後で細かく紹介します。今回僕が入手したものはアクセサリーバンドルが付属しているモデルになります。内容物を一緒に見ていきましょう。まずはカメラ本体です。コダックといえばイエローがイメージカラーだし、このミニショット3もイエローが標準なのですが、僕の好みでホワイトを購入しました。次にカメラケースです。専用のケースが付いているのはいいですね。持ち運びが楽になるし、見た目も悪くないです。おしゃれかつ機能的に持ち運べるのはいいと思います。プリントした写真を保管するためのフォトアルバム、フォトケースが付いています。どちらもデザインがいいですね。プリントした写真を安全に保管することができます。これは特に旅行など外出するときには嬉しいアイテムですね。インスタントカメラなのでもちろん専用のペーパーが必要になります。アクセサリーバンドルセットでは追加で60枚付属します。あらかじめカメラに8枚サンプルが入っているので合計で68枚になります。あとは USB ケーブル、カメラストラップ、写真を飾るためのステッカーやフォトクリップが付いています。カメラ本体を詳しく見ていきます。ボディの素材はプラスチックです。ボディ剛性や耐久性は期待しない方がいいと思います。メリットを挙げるとすればカメラの重さが軽くなることです。ボディ重量はフィルムを入れた状態で 376g なので、カメラとしてはかなり軽いですね。大きさは縦 132mm、横 104mm、幅 30mm です。わかりやすい例えで言えば CD のケースと大体同じくらいの大きさです。全体的なデザインとしてフィルムカメラのようなレトロな要素と現代的なシンプルなデザインがよく調和していると思います。iPhone や iPad の隣に並べてもよく馴染むと思います。ディティールや質感もかなり良くて全体的に上品な仕上がりになっていると思います。本体を手で持つためのグリップがないので持ちづらいですが、重さが軽いのであまり心配することではなさそうです。シャッターボタンは分かりやすい赤色で大きさや存在感もいいです。シャッターを押すフィーリングは必要十分だと思います。シャッターボタンの隣には電源ボタンがあります。そしてその隣には電源が入っていることを確認するランプと Bluetooth の接続確認のランプがあります。操作のボタンは非常にシンプルにまとめられています。直感的に操作できるし、部品の数が少なければ壊れる可能性も少なくなるのでいいですね。モニターは約 1.7 インチの LCD スクリーンです。どんな写真が撮影できたのか確認することができればいいので十分だと思います。接続端子は USB Type-A のみです。充電するときに使います。それしか使い道はありません。バッテリーはリチウムです。1回の充電で20枚の印刷が可能とされています。側面には印刷した写真を出力するための排出口があります。拡張機能としてストラップをつけるためのリングがあります。それしかありません。三脚をつけるためのネジ穴やシューマウントはありません。個人的には三脚をつけるネジ穴は欲しかったですが、中途半端な耐久性で後々壊れるよりは最初からない方が割り切ることができるのでいいと思います。平らなところであればカメラは自立することができるし、タイマー機能もあるのでセルフィーも撮影することはできると思います。全体的なデザインとしてシンプルかつ最小限にまとめられていると思います。カメラの撮影機能を見ていきます。センサーは1000万画素の CMOS センサーです。いいですね。十分すぎるくらいです。ISO のレンジは100から1600です。夜の撮影は難しいと思いますが、光を確保すれば撮影はできます。フラッシュの機能もあるので、うまく使えば暗い環境でも撮影できると思います。オートフォーカス機能があるといえば違いますが、常にピントは合っているのでいいと思います。映るんですとかと同じようなものです。連写機能はありません。でもこのくらいのスピードでシャッターを切ることはできます。基本的なこのカメラの画角は僕の計測ではだいたい 24mm くらいです。24mm あればセルフィーも撮れると思います。このカメラで撮影した写真のデータ形式は
わかりません。撮影機能全体としては価格を考えれば十分だし、このカメラには撮影機能を大きく超える魅力があります。印刷機能を見ていきます。個人的にはこのカメラの大きな機能と魅力はこの印刷機能だと思っています。撮影能力に関してはこのプリンターとしての本体におまけとしてカメラがついているというレベルで考えた方がいいと思います。コダックミニショット3は 3×3 インチの写真を印刷することができます。印刷には消化型熱転写方式の4パスが採用されています。コダックらしいですね。簡単に言えば、インスタントのプリンターとしてはかなり本格的な印刷ができます。実際に印刷された写真を見ても、一瞬見ただけでは普通に綺麗だなと感じるレベルです。インスタントのプリンターということと価格を考えると、かなり素晴らしい品質だと思います。専用のシートは光沢紙で、かなり良い質感だと思います。印刷する写真には防水、防塵、UV カット、指紋防止のためのラミネートがされるので、写真の耐久性は素晴らしいです。印刷した写真は適切に保存すれば100年保存できると言われています。いいですね。1枚印刷するのに1分ほど時間がかかるんだけれども、そんなことが気にならないくらい良いメリットです。印刷をする写真は撮影した写真の中から選ぶことができます。撮影に失敗してシートを無駄にすることがないのはいいですね。シート1枚の値段はだいたい40円くらいになります。これを高いと撮るか安いと撮るかは人それぞれですが、フィルム写真のような何度も失敗できるわけではない緊張感を味わえるのはとてもいいと思います。実質無限に撮影できるデジタルカメラの要素と、印刷する写真には枚数に制限があるっていうフィルムカメラに似た要素があるので、デジタルとアナログのいいとこ取りをしていると思います。そして、コダックミニショット3はプリンター単体として使うことができます。専用のアプリケーションを使えばスマートフォンに入っている写真を Bluetooth で転送して印刷をすることができます。今は一眼カメラもスマートフォンにダイレクトにデータを転送できることが多いので、スマートフォンを経由すれば一眼で撮影した写真をその場で印刷するということもできます。撮影は一眼カメラを使って iPad や iPhone で現像をして、このミニショット3で印刷をするということができるということです。撮影から印刷までの工程を全てカメラバッグの中に収めることができるのはとてもいいですね。実際1枚印刷してみます。今回はこの写真を使います。これはソニーの α7 III を使って撮影しています。現像が終わってスマートフォンに入っているので、あとは転送して印刷するだけです。今スマートフォンのカメラロールの中から写真を選択した状態です。ここから、縁あり縁なしをまずは選ぶこともできるらしいです。あとは簡単にモノクロにもできるっぽいですね。ボーダーも、いろいろ縁も選べるみたいですね。今回はシンプルに、一番シンプルなやつでいきます。写真のサイズも自由に決めることができるみたいです。写真の中でこういう風に写真を配置することもできるみたいです。とりあえず今回は一番シンプルな形でやっていきたいと思います。ちょっとおしゃれに縁ありでいっていこうと思います。この状態で印刷をすると、今、データがカメラに送られてるみたいですね。カメラにデータが行ったみたいです。まずイエローですね。イエローの印刷が終わって、次マゼンタですね。次がシアンですね。ちなみに携帯の画面もこんな風にリアルタイムで反映されていて、何をしているのかがわかるようになっています。最後にラミネートですね。はい、これで印刷が完了したみたいです。こういう風にスマートフォンから写真のデータを転送して印刷することができます。いいですね。面白いです。ご存知の通り、撮影した写真が良い状態であればあるほど印刷した写真も綺麗になります。なるべく綺麗な写真として印刷したいのであれば、一眼やスマートフォンを使うことになるし、よりレトロで雰囲気のある写真にしたければ、このカメラで撮影すればいいということです。そういった画質の違いを楽しめるのもいい魅力だと思います。写真は今ではモニターで完成させて終わりになることがほとんどです。最終的に写真を見る場所がモニターであれば、それは写真の一つの完成形です。でも、それは写真の完成形としては
まだ半分です。物理的な紙に印刷して完成させることが写真の完成形の一つになります。でも、写真を印刷するのは大変な作業です。プリンターや紙が必要になるし、高品質な印刷をしたいのであれば、専用のモニターやモニターと写真の色を合わせる技術や専用の知識が必要になります。モニターでいつでも写真を見られる現代では、写真を印刷するのはハードルが高いと思います。そもそも写真を印刷したことがないという人も多いと思います。写真を印刷することがどういうことなのかというのを体験するのには、このミニショット3は非常にいいアイテムだと思います。写真の撮影、現像、印刷という写真作成の流れをインスタントに楽しむことができるミニショット3は、カメラの初心者はもちろん、プロでも十分に楽しむことができると思います。個人的には写真やカメラが好きな人のためのプレゼントとしてもちょうどいいと思います。あとは高価なカメラを使ってどれだけいい写真を撮影しても SNS でインスタントに大量消費されていく写真に疲れている人にもおすすめです。価格やその他の詳細は概要欄にリンクを貼っているので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。